皆さんこんにちは。ジャパスタのマナです。今日は敬語とタメ口の話をしたいと思います。皆さん初めて会った人とは敬語を使って話しますよね。ではどんなタイミングで敬語からタメ口に変えますか？このタイミング本当に難しいと思います。私は日本人ですけれど、最近このタイミングについてちょっと悩みました。私が日本語のレッスンをしている生徒さんからも、いつ敬語からタメ口に変えますかと質問を受けたことがあります。なので今日は敬語からタメ口に変えるタイミングや、どうやってタメ口に変えたらいいのかについて私の意見をシェアしようかなと思います。この敬語とタメ口の考え方は人によって結構差があると思うので、一つの参考としてぜひ聞いてみてください。ではまず敬語とタメ口について簡単に整理しておきましょう。敬語は初めて会った人やまだあまり親しくない人と話すときに使いますね。あとは仕事の時も敬語を使うことが多いです。そしてタメ口は友達や恋人のような親しい人と話すときに使います。今日は敬語からタメ口にいつ変えるかという話をしますけれど、仕事の時はずっと敬語のままでもいいと思います。仲のいい後輩や同僚だったらタメ口を使ってもいいですけどね。ですので今日は仕事じゃない場所で新しい人と会って少し仲良くなってきた時に、いつ敬語からタメ口に変えるか2つのポイントを話したいと思います。ではまずポイントの1つ目です。それはその人と話している話題、トピックについてです。知り合ってすぐの時は当たり障りのない会話が多いと思います。当たり障りのない会話は天気、趣味、仕事、出身や今住んでいる場所なんかの話です。すごく盛り上がって楽しい話ではないけれど、別に相手を嫌な気持ちにさせることもないトピックですよね。そして知り合って何回か会って仲良くなってくると、当たり障りのない会話ではなく、プライベートなことや自分の気持ちを話すようになりますよね。例えば仕事であったいいこと悪いこととか、恋愛の話とか、今度一緒にどこかに出かけようとか、このようにプライベートな話をする相手なんだったら、敬語からタメ口に変えてもいいと思います。それではポイントの2つ目です。それは自分が相手ともっと仲良くなりたいという気持ちがあるかどうかです。もちろん初めて会った時はマナーとして必ず敬語を使って話した方がいいです。でもそこからいろいろ話して仲良くなりたいと思ったり、何回か会ってこの人のことをもっと知りたいと思うんだったら、敬語からタメ口に変えてもいいと思います。やっぱり敬語よりもタメ口を使って話す方が相手との心の距離が近いと私は感じますし、プライベートな話をもっとしたいなと思うことも多いです。では次はどうやって敬語からタメ口に変えたらいいのか、2つの方法をシェアしたいと思います。まず1つ目は相手に合わせる方法です。仲良くなるにつれて相手がタメ口になったら、自分も合わせてタメ口にしていきます。もし相手が自分にタメ口を使っているんだったら、相手は皆さんともうちょっと仲良くなりたいなと思っていると思います。ですのでその時は自分も少しずつタメ口を使っていったらいいと思います。
そして2つ目は相手に直接言う方法です。自分がタメ口を使ってもっと仲良くなりたいと思った時は、素直にもしよければ敬語をやめませんかと聞いてみるのがいいと思います。あとは相手に敬語じゃなくていいですよと言ってみるのもいいと思います。そうしたら多分相手も、じゃあお互いタメ口にしましょうとか、何々さんも敬語じゃなくていいですよと言ってくれると思います。では最後に一つだけ気をつけた方がいいことを話します。それはタメ口を使ってもいい相手はだいたい自分と同年代くらいの人ということです。同年代は何歳年上までという決まりはないですが、だいたい5歳年上くらいまでですかね。それより年上の人には敬語を使ったままの方がいいかなと私は思います。人によっては5歳以上年上でも気にせずタメ口で話してという人もいるので、そこは相手の人に合わせて変えて大丈夫ですけどね。今日は敬語とタメ口の話をしましたが、皆さんどうでしたか？学生の時に知り合う人はだいたい同年代の人が多いので、敬語かタメ口かで迷うことは少ないと思います。でも働き始めたり子育てを始めたりすると、知り合う人は年代もバラバラなので、敬語かタメ口かで迷うことが多くなると思います。でももし日本人の同年代の知り合いができて、もう少し仲良くなりたいなと思ったら、ぜひ今日話したタメ口の話を思い出してみてください。タメ口を使って話す方が相手との心の距離が近くなって、より仲良くなれると思いますからね。それでは今日はここまでです。このポッドキャストが役に立ったら、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。